投資信託を買うのはとても簡単でしたよね。証券口座を開いて、毎月数万円の定額をセットして、あとは何も考えずにほったらかしにするだけ。誰にでもできる単純な作業でした。でも、いざ60代、70代の老後を迎えて、あなたがコツコツと積み上げてきた資産を実際に売って現金にして使うとき、あなたは今まで経験したことがない恐ろしい現実に直面することになります。買うときの100倍、売るときの方が圧倒的に難しいんです。いざ生活費が必要になったとき、あなたは証券会社の画面の前で指が止まってしまうはずです。どの口座から売ればいいのか、税金がかかる特定口座なのか、非課税の NISA 口座なのか、毎月いくら売るのが正解なのか、そして何より相場が大暴落している時も同じように売っていいのか、その売却の注文ボタンを押す指が震えて、結局怖くて何もできずに、ただ銀行の通帳残高が減っていくのを毎日怯えながら見守るだけの老後。そんな悲しい未来が待っているかもしれません。出口戦略の順番を一つ間違えるということは、あなたの資産寿命を5年もあるいは10年も縮めてしまう、取り返しのつかない致命的なミスになります。今日は多くのインフルエンサーが語る 4% ルールのような机上の空論は一切話しません。明日あなたが直面する実務としての現場での売り方の順番について、どこよりも丁寧に徹底的に解説します。こんにちは。お金と自由の航路の船長です。前提として、投資の結論はその人の目的や状況によって変わります。今日は投資初心者が一番迷いやすく、そして一番失敗しやすい王道のルートに絞って整理してお話しします。まず、これまでの常識を覆すような残酷な現実をお伝えしなければなりません。巷でまことしやかに言われている定律での取り崩し、いわゆる 4% ルールを安易に信じないでください。資産の 4% ずつを取り崩せば資産は30年以上枯渇しない、そんな魔法のような言葉を聞いたことがあると思います。確かに相場が右肩上がりで順調に成長している時であれば、その理論は完璧に機能します。しかし、私たちが生きている現実世界には、必ず暴落という魔物が潜んでいます。もし、あなたが取り崩しを始めた直後に、リーマンショックのような大暴落が訪れたら、どうなるでしょうか。株価が半分になっている時に、機械的に資産の 4% を売る。これは、冷静に考えると狂気の沙汰です。例えば、資産が半分に減っている状態で、生活費を捻出するために、いつもの倍の数の投資信託を市場で売却しなければならないからです。これは、通常の2倍のスピードで資産を食いつぶしているのと同じことです。大切な資産を二足三文の安値で叩き売る。これこそが、あなたの資産寿命を一気に縮め、老後破産へと追いやる、投資の世界で一番やってはいけない行為なんです。教科書通りの理論は、暴落時には役に立ちません。では、どうすればいいのか。答えは、極めてシンプルです。売る順番を絶対に間違えないこと。これにつきます。ここで少し時間をください。私の知人の話をさせてください。投資の理論がいかに脆く、現実がいかに厳しいか、身に染みて分かったある出来事の話です。その知人は勤続数十年、真面目にただひたすら会社に尽くしてきたごく普通の善良なサラリーマンでした。派手な贅沢もせずコツコツと働き、老後の頼みの綱は約1000万円の退職金でした。これを元手に住宅ローンを完済し、ささやかながらも悠々自適な老後を送る。そう信じて疑いませんでした。しかし、
ある日突然、運命の歯車が狂い始めました。その会社が大口の取引先を失い、深刻な経営危機に陥ってしまったんです。社長が青ざめた顔で全社員の前に立ちました。そして震える声でこう言ったそうです。会社が倒産するかもしれない。申し訳ないが、退職金は満額でないかもしれない。最悪の場合は1円も出ないかもしれない。その瞬間、知人の目の前が本当に真っ暗になりました。長年、汗水垂らして働いてきた。その労働の対価が、一瞬で煙のように消えてなくなる恐怖。明日からの生活費はどうするんだ。残っている住宅ローンは誰が払うんだ。大学に通う子供の学費をどうやって工面すればいいんだ。知人は家に帰っても食事も喉を通らず、夜も一睡もできずに、ただ天井を見つめて震えが止まらなかったそうです。ここで想像してみてください。もしその時、知人がお金は寝かせておくのはもったいないと言って、老後資金のすべてを全額投資信託に入れていたらどうなっていたか。そして運悪く、その会社の危機と同時に世界的な大暴落が重なっていたらどうなっていたか。会社からは給料も退職金も出ない。頼みの綱の投資信託は価値が半分になり、見るも無残な状態になっている。でもお腹は空きます。電気代もガス代もスーパーの支払いも待ってはくれません。銀行からはローンの督促状が届くかもしれません。知人は涙を流しながら、価値が暴落してボロボロになった投資信託を一番安い底値で売って現金化するしかなかったでしょう。あと数年待てば株価は戻るかもしれない。頭ではそう分かっていても、今日の生活のために売らざるを得ない。これが資産運用の出口で最も恐ろしく最も悲しい失敗の形です。理論上は正しくても、十分な生活防衛資金がない状態での投資は暴落時に強制終了させられる時限爆弾を抱えているのと同じなんです。だからこそ取り崩しの順番には感情を排した鉄の掟が必要になります。ここからが今日の本題です。あなたの資産を鉄壁に守り抜くための取り崩しの黄金順序についてお話しします。結論から言います。この順番を今すぐメモしてください。1番目、現金クッション。2番目、特定口座。3番目、新NISA口座。この順番です。絶対に逆にしないでください。どんなに誘惑があっても、この順番だけは死守してください。まず1番目の現金クッション。これはあなたの心を守る防波堤です。先ほどの知人の話のように、株価が下がっている時や想定外の収入源があった時に、絶対に株を売らなくて済むように、生活費の2年分からできれば3年分を現金として銀行口座に確保しておきます。相場が良い時は株を売ればいいんです。でも相場が悪い時、暴落している時はこの現金クッションを使って生活する。この使い分けこそが資産寿命を劇的に伸ばす最大の秘訣です。暴落は台風や嵐のようなものです。嵐が来ている時に外に出てはいけません。嵐が過ぎ去るまでじっと家の中でやり過ごすための食料と水、それが現金クッションなんです。これさえあれば、今は株が安いから売らずにおこうと余裕を持って笑っていられるようになります。次に2番目、現金クッションが十分にある状態で定常的に取り崩していくのは、特定口座にある課税される資産からです。ここが多くの人が勘違いし、そして感情的に抵抗を感じるポイントです。せっかく投資で利益が出ているのに、売却すると利益の約 20% も税金で引かれる。100万円の利益なら20万円も持っていかれる。
それは嫌だ。損をしたくない。だから、税金がかからないNISA口座から使いたい。そう思うのが人間の人情ですよね。とてもよくわかります。でも、その感情に従ってしまうと、将来、もっと大きな損をすることになります。なぜなら、特定口座の資産というのは、持っている限り、将来もずっと税金がかかり続ける。いわば、コストのかかる資産だからです。運用益に対して、常に 20% の足かせがついている。そんな状態なんです。一方で、新NISAの資産は、どれだけ利益が増えても、未来永劫、1円も税金がかからない。国が用意してくれた最強の聖域です。この聖域を、目先の税金を惜しんで先に崩してしまうのは、金の卵を産む鶏を、今日のお腹が空いたからといって、食べてしまうのと同じなんです。今は痛みを伴っても、税金を払ってでも、特定口座から先に使い切り、NISA口座という聖域を、最後の最後まで温存する。これが、数学的に証明された、最も資産長持ちさせる、賢い方法なんです。そして、最後3番目。特定口座の資産をすべて使い切って、それでもなお、あなたの人生が続くときに初めて、新NISA口座の資産に手をつけます。この頃には、あなたが70代、80代になっている頃には、NISA口座の中で、資産は雪だるま式に増えているはずです。複利の効果というのは、時間が経てば経つほど、後半になればなるほど、爆発的に大きくなります。一番長く運用できる。人生の最晩年まで、非課税のメリットを最大化させる。そのために、新NISAは最後の切り札として取っておくんです。年老いて医療費や介護費が必要になった時、この大きく育った NISA 資産があなたを力強く支えてくれるはずです。まとめましょう。出口戦略で迷ったり、証券会社の画面で手が止まったら、この優先順位を思い出してください。まずは現金。次に課税される特定口座。最後に非課税の新NISA。この順番を守るだけで、あなたの資産寿命は劇的に、本当に劇的に伸びることになります。暴落が来ても焦らないでください。あなたには鉄壁の現金クッションがあります。税金を惜しまないでください。それは将来の大きな果実を守るための必要な経費であり保険料です。出口戦略とは、単に資産を食いつぶしていく寂しい作業ではありません。あなたが長い時間をかけて築き上げた資産という船で、人生の最後まで安心して自由な航海を続けるための大切な羅針盤なんです。今日この動画を見終わったら、まずはご自身の証券口座にログインして、どの資産がどこにあるのか、特定口座にいくら、NISAにいくらあるのか、整理してみてください。そしてご家族やパートナーと、もしもの時はここから使うんだよ、この順番で売るんだよと話し合ってみてください。その準備さえできていれば、もう暴落も老後の不安も何も怖くはありません。あなたの人生の航路が最後まで穏やかで、そして豊かなものであることを心から願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。自由な未来を目指してご安全に。